ごきげんよう。今日は、こちらの割れたシートカウルをプラスチック溶接機で補修していきたいと思います。まずは、シートを外します。外したナットは、なくさないようになるべく元の場所に戻しておきます。グラブバーを外すため、ゴムの下のプラスネジを外します。基本的にどこも固着しているのでまずは潤滑剤を使います。プラスネジで舐めやすいので強く押し付けながら回します。リアキャリアも一緒に外れました。裏側は結構錆びていますね。ネジが止まっていた元の部分も外します。ところで、この小物入れのカバー、購入時は失われていたのですが、なんとまだ新品が出たので付けました。テールカウルは金属のレールみたいなものに固定されており、このレールを外すには、ゴムの下のプラスネジを左右3つずつ外す必要があります。最初は、カウルだけ外せないか試しましたが、ナットを回しても干渉して結局レールを外さないとダメでした。そして、今回の最難関はこのプラスネジでした。最初からちょっと舐めていて、潤滑剤拭いて力いっぱい押し当てても、滑って回りません。そんな時はショックドライバーです。放置期間が長いバイクを整備する場合、必須と言っても良いかと思います。すでにこれで何度か助けられました。こんな感じでぶったたきます。この後、かなり時間がかかりましたが、なんとか外せました。レールにはテールランプがくっついているので、カウルだけ外します。やっとカウルだけ外れました。この部分をくっつけたいと思います。外で撮影しながらやろうと思ったのですが、結構繊細な作業で室内で行ったので、申し訳ありませんが写真で紹介します。使うのはこんな感じのもので、先端の針金が熱せられてる間にプラスチックに押し込んで固定するという仕組みです。こちらはアリエクで2600円くらいでしたが、Amazon などでも類似品は色々ありそうです。まずは穴の周りのひび割れを補強します。貫通しないように、ちょうどいいところまで押し込んだら、スイッチを切り、冷めるのを待って引き抜きます。こちらが本体を引き抜いた後です。ぶっつけ本番でしたが、うまくいったようです。ちなみに、この針金は色々な形状のものが付属していました。余分な針金を切断します。ここで失敗だったのが、針金が思いのほか硬く、お気に入りだったニッパーの刃が欠けてしまいました。その後、100均でニッパーを買ってきて、これ専用にしました。溶けたプラスチックが盛り上がるので、デザインナイフで削りました。さて、マスキングテープで仮止めし、いよいよ割れた耳をくっつけます。金属のカラーをかわすように、左右2箇所で留めました。今見ると、もう一本斜めにカラーの下に埋め込めばよかったです。溶けて盛り上がったプラスチックを削り、隙間はオートウェルドで埋めます。ガソリンタンクの穴を埋めるのに使った余りですが、結構強力なので、割れたプラスチックパーツなど色々なところに使っています。ちょっと汚くなってしまいましたが、見えない部分ですし、強度的には十分そうです。こうした薄い部分は接着剤だけだと強度不足になるので、これはありだと思います。耐久性はこれからですが、接着剤が固まったら逆の手順で取り付けていきます。舐めてしまったネジは純正を発注し、後ほど取り付けました。根本的にはここが当たって、引っ張られて割れてしまったようです。後ほど、シートの取り付け部にワッシャーをかませて浮かせた上で、シリコンスプレーで当たる部分の滑りを良くしたら、とりあえず引っ張られなくはなりました。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。